ヘッドライトのコーティング失敗して特に向かって右側曇っています。今日はこの失敗を挽回しようと頑張っていきたいと思います。こんにちは、オートウェストエンドです。視聴者の皆様からここ数日カナダバンクーバーで続いた熱波に関してね、いろいろメッセージをいただきました。ありがとうございます。このマンションにはエアコンがなく、なんとか乗り切った感じで、ここ 2,3 日は気温がだいぶ落ち着いてきました。今日もね、外ではなく地下で作業したいと思います。今日のお題は今見えておりますヘッドライトのガラスコーティングの失敗、それを取り戻す方法ということでやっていきたいと思いますが、足掛け12年で劣化したヘッドライトの復活のさせ方は先日の動画ご覧ください。今回はその最後の工程で行いましたガラスコーティング、3つのことが原因でうっすらと曇りが入ってしまいました。ガラスコーティング施工前に脱脂をしなかったこと、ガラスコーティング塗布後に拭き取るんですが、その拭き取る前までに時間を置きすぎたこと、そして予想外の雨に打たれたことということで、せっかくサンドペーパーを使って磨いたこのヘッドライトですが、うっすらと曇ってしまっております。僕と同じようにガラスコーティング失敗してしまった方、この動画参考になれば嬉しいです。はい、ということで、要は1ヶ月ぐらいもうガラスコーティングして経って硬化をしているんですが、それをコンパウンドで落とせるかどうかということになります。僕の予想では手元にあるソフト99のコンパウンドセット、一番粗いものから使えば落とせるはずです。それでは実際にやっていきたいと思います。前回安いマスキングテープで痛い目を見ましたので、今回はねちゃんとしたマスキングテープ使います。気持ちですが、ちょっとねざらついた感覚が手にあります。これでねガラスコーティング剥がれてるという、そういった感触なんでしょうか。現状このヘッドライトの曇り具合は、今使っている粗いコンパウンドで研磨をした後よりもさらに1段階ぐらい曇っていますので、この研磨後に透明度が増しましたらガラスコーティングを剥がせていると、少なくとも研磨できているということになります。5分ぐらいでしょうか。地道に研磨しているとだんだん透明度が増してきました。ということでサンドペーパーを使わなくてもね、コンパウンドで十分ガラスコーティング落とせそうですね。前回よりマイクロファイバーの上に残ったコンパウンド硬い感じがします。もしかするとガラスコーティングの残骸がねついているのかもしれません。そして内側からついているヘッドライトの割れだったり、ヘッドライトによる焼け、これはもう外側からはどうしようもないのでレンズ交換しかないようです。はい、というわけで1つ目のコンパウンドでねちゃんと落ちてくれたようです。とりあえず一安心。こちらはねまだ磨いていない方ですが、こちらと比べると透明度が増しております。あとはもう研磨を重ねていくだけ。磨いていないヘッドライトに移っています。
ところで前回こちらのヘッドライトの方は磨きをあまり突き詰めずにガラスコーティングをするとどのくらい結果に違いが出るのかを見てみましたが、割と曇りが多くなった、そんな感じがあります。ですので今回は左右両方ともしっかりと磨いていきたいと思います。プロでも何でもないですが、職人気取りでやっております。失敗の原因だった脱脂忘れ、今回はしっかりしました。続いてガラスコーティングを塗布した後の拭き取り、それまでの時間を短縮しようということで、今回ノーカットでねお送りしたいと思いますが、目標は2分以内です。マニュアルには 2,3 分置いてから拭き取りを始めるとありましたので、拭き取りまで2分以内で終わらせてしまうというのはだいぶ早いですが、なんだかんだ結局そのくらい時間経ってしまうので、なるべく焦ってやることにしました。
よし、2分以内できました。結果が楽しみ。はい、反対側やっていきたいと思います。いかがでしょう。前回はもう拭き取りしたその瞬間からもう曇っていましたが、今回はね、そのようなことにならず成功と言っていいのではないでしょうか。あとはね、これを硬化させてその状況を見ようと。天気予報はカンカン照りですので大丈夫なはずです。今回のガラスコーティング失敗からの復活させる作業、これは前回の完全に劣化をしているヘッドライトをサンドペーパーを使ってね、汚れを傷を消すというその作業がなく、もういきなりコンパウンドからできるので、工数が少なくて手もねそんなにパンパンにならず、いい感じで作業ができました。そして1日後、気分も上々に外に出て確認しに来ましたが、悲しい結果が待っておりました。こちら側はいいんです。いい感じなんです。強いて言えば1箇所ムラになった点を発見しました。ここですね。拭き取りが終盤に来ている状態なので、ちゃんと拭き取りが十分でなかったと。問題はこちら。もう見逃せないくらいのムラができております。いやいや難しいですね、ガラスコーティング。拭き取りで今回は失敗をしたようです。もうウレタンクリア吹いた方がいいのかなとか、個人的にはラッピングをね、透明のフィルムを貼るというのが興味あるんですが、何はともあれ、片方だけですけども、またこれ研磨するのっていうもう疲れた。勘弁してほしい。もうバンパーの傷をねペイントしたいというそれに移りたいんですけど父として進まない。というわけで今回の動画、コンパウンドでねガラスコーティング落とせますので、皆さんも参考にしてみてください。今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。そしてまたラーメンっていうね。はい、それでは。